でパスタがまだ結構パキパキな状態です。先ほどの角切りのアジ、いい感じですね。美味しそうですね。はい、こんにちは、シェフのハウユーです。今日はアジロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、アジ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、ペコリーノロマーノ、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、アジを使ったアリオオリオエペペロンチーノを作っていくんですけど、今日はですね、新しいちょっとアプローチをしたペペロンチーノの作り方をこれから早速やっていきます。はい、これからですね、アジを切っていくんですけど、アジがなかったら普通のですね、イワシとかタイとかでやっても大丈夫だと思います。で、今日僕が使っているこのアジはスーパーで買ってきてさばいてポーションで冷凍しといたものを今解凍した状態なんですけど、魚ってどの魚も同じで悪くなっていくところってお腹の腹側から酸化が進んで臭くなっていくんですよ。これはやっぱ腹側の方が油脂、油を多く蓄えているので、その油が酸化して魚っていうのは臭くなります。なのでこのちょっと魚臭い部分はこれはですね、もう使わないっていう、それかちょっと焼いて食べちゃうかで今日は使わないです。であとはこの真ん中のここの赤い部分、血合いですね。でここの部分をちょっと削いであげると、こうするとですね、ちょっと時間が経った魚でもこの真ん中の血合いとこの腹の部分がとにかく臭いので、ここを取ってあげるだけでなんか魚臭さみたいなのっていうのはほとんどなくなります。でこれをあとはもう角切りにするだけです。で角切りにしたこのアジをバットにのせて、軽く塩して下味をつけておきます。あとニンニクはアリオオリオエペペロンチーノでしっかりとしたパンチを出していきたいので細かくみじん切りにします。で唐辛子は生の場合はですね、すごく辛いので本当お好みなんですけど、僕は4かけぐらい、これぐらい入れます。で生の唐辛子がない場合は普通に乾燥の鷹の爪で大丈夫です。あとイタリアンパセリは粗めに刻んどくんですけど、板パセがない場合はですね、今日は大葉がおすすめです。はい、それでは今日はですね、基本のアリオオリオエペペロンチーノと魚の組み合わせっていうのはイタリア現地でも結構ある組み合わせで、今日はアジを使っていくんですけど、そもそもアジっていうのは青魚系と言われていて、でも身は赤身魚って言われる魚の一つです。でそれとローマのペコリーノ・ロマーノチーズっていう羊から作られる癖のあるチーズと青魚を組み合わせたようなペペロンチーノになるんですけど、青魚と臭みのあるチーズって先入観的に美味しいイメージできなくないですか？僕もですね、これ食べるまでは先入観で全然美味しいイメージ湧かなかったんですけど、この組み合わせがですね、現地でもあって本当に美味しいんですよ。なので今日はですね、ちょっと現地的な新しいパスタの茹で方でやっていきたいと思います。はい、それでは麺を茹でていきます。今日はですね、ブロンズタイプの9分茹でのパスタを茹でていくんですけど、残り3分ぐらいでもうパスタをこのソースに加えてフライパンの中で仕上げていく現地のスタイルでやっていきます。はい、まずはいつも通りですね、アリオオリオのベースを作っていきます。で生の唐辛子は辛くなりすぎちゃうのでこのタイミングで入れます。で普通の唐辛子の場合は最初から入れてて大丈夫です。でこの状態でもうごく弱火で4分ぐらいですね、じっくりと加熱していきます。で今日はですね、ここでしっかりと加熱はしていくんですけど、茹で汁がたくさん入ってこのフライパンの中で仕上げるようなちょっとクリーミーなアリオオリオエペペロンチーノになるので、あんまりですねニンニクに色はつけたくないんですよ。だからちょっと色がつきそうだなって思った場合はもう火切っちゃって、この余熱でこのオイルに香りを移してあげるイメージです。この火を切ったとしても今オイルの中がすごく熱い状態になっているので、余熱だけでもしっかりニンニクと唐辛子の香りがオイルに移る状態です。で今日のようなフライパンの中でとろみをつけながら仕上げるような現地の仕上げ方はですね、ここの茹で汁の
塩の量がとても大事で、今日僕ですねこの2リッターに対して塩が 10g も入ってないぐらいですね、 1% 以下ぐらいのちょっと薄めの状態で塩を入れるのがポイントです。その茹で汁をこの中に足してって仕上げていくと、ちょうどその茹で汁も煮詰まるのでちょうどいい感じのですね濃度になります。でそれでは今残り茹で上がりが3分ぐらいになったので、レードル1杯半ぐらい入れて、ここで加熱をして、でパスタがまだ結構パキパキな状態です。でこの麺を加えてこの中で仕上げていくっていうやり方をしていきます。で最終的にあとこの3分間ですね、この中で液体を詰めながらとろみをつけて仕上げていくんですけど、このパスタ本当にとろみが乗ったクリーミーなパスタになります。だからとろみがあんまり好きじゃない方には向かない調理法なんですけど、イタリアではですねボンゴレビアンコとか結構だし系のパスタとかアーリオオーリオっていうのはこのやり方をすることがとても多いですね。はい、それでは今茹で上がりの9分になったので最後火止めます。で今混ぜ合わせたらもう完全に液体がない状態、ほとんど汁気がなくなって、こうとろみがもうとろっと乗った状態になったので、ここで最後にイタリアンパセリと先ほどの角切りのアジ、あとここで極めつけの今日ポイントのペコリーノロマーノチーズ、ここで必ず火を切ってます。で混ぜ合わせる。そうするとすごく熱い状態なので、ここで余熱で今魚にも火が入るしチーズも溶ける状態になってる。あとはちょっと今重い状態になってるので、そしたら茹で汁で調整で、ここの茹で汁は塩分が少ないのでパスタが煮詰まることはないので、ここでですね調整する。はい、それではいい感じに麺にソースがしっかりと絡んだので盛り付け入ります。はい、これでアジロンチーノの完成です。はい、いただきます。これはですね完全にイタリアのペペロンチーノって感じで本当に美味しいです。で今日のパスタはアジでやったんですけど、他にもですねペコリーノチーズが癖があるからこそ青魚と組み合わせがいいっていうパスタなので、イワシとかでやってもすごく美味しいんですけど、他だと先ほど話したタイですねか、アジとかこの3種類のどれかでぜひやってみてください。で今日のパスタ料理はですねローマにアンツィオって港町があって、そこで食べたロスコッリョっていう魚介のパスタがあって、その中にも青魚が入ってたんですけど、それにたっぷりのペコリーノチーズがかかっててですね、その魚介のラグーがそんなに新鮮なものじゃなかったんですけど、逆にそれがペコリーノの癖とですね相まって感動的な味わいを生み出したっていう僕の体験があって、そこを今日ベースに料理作ったっていう感じですね。よくイタリア人の人は青魚とか魚にチーズを合わせないっていうことをよく聞くと思うんですけど、実際そういう料理っていうのは存在していて、あとはもう好きか嫌いかだけの問題なのかなって思います。はい、ごちそうさまです。今日のペペロンチーノなんですけど、また新しいテクニックがたくさんあるようなペペロンチーノになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。